これでいきたいと思います。うまっ。たまんないですね。ちゃんと言った方がいい？いや全然大丈夫。正直で大丈夫。はい、こんにちは。小島漁師浜優と。じゃあ松岡さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は松岡さん、はい、岩牡蠣取り、僕行ってくるんで、それで岩牡蠣焼いて飲む動画です。OK です。じゃあ行ってきます。よろしく。はい、というわけで岩牡蠣取りに海へやってきました。ここは磯笠せんべいしたとこですね。じゃあ岩牡蠣探していきましょう。サンダルで来るとこじゃねえ。はい、じゃあ準備していきます。岩牡蠣ってめちゃくちゃね、もうほんと岩みたいな見た目してて、すっごいね、張り付いてるんで、もう必須道具がトンカチとマイナスドライバー。これで、して外していきます。で、水中メガネと GoPro も用意。これして、安物だからな。これつけて潜るがめっちゃ大変なんですよ。これでいきたいと思います。じゃあ行こうか。はい、それでは岩牡蠣を探して海の中をさまよっていきましょう。で、皆様がよく食べているマガキと何が違うのかっていうと、ざっくり説明すると、ゆっくり産卵するために夏でも美味しく食べれる牡蠣ですね。で、今取れたのが紫ウニです。紫ウニは許可がないと取ってはいけませんので放流しましょう。夏はね、身も入っていません。で、次に見つけたのがこちら。もうこれ僕鳥の羽って呼んでるんですけど、これに素肌で刺されるとめちゃくちゃ痛いです。さあ、早速1つ目の岩牡蠣を発見しました。マイナスドライバーをぶち込んで岩牡蠣を取っていきましょう。で、岩牡蠣の名前の由来なんですけれども、もう見た通りですね、このゴツゴツした岩のような見た目とか、あと岩場によく生息しているから岩牡蠣という名前がついてます。見事な感じです。で、ここはバガキがすごいだ。全部バガキだ。で、今のは多分マガキです。多分です。じゃあ引き続き岩牡蠣を探していこうと思ったら、こちらミルですね。ミルっていう海藻、マサルさんとコラボした時に食べたんですけど、靴ひものような味がします。で、岩牡蠣はですね、赤ちゃんの時にこの岩に張り付いてここに住もうって決めてからほとんどね、動かずに成長していくために、筋肉はね、ほとんど衰退していて、中の身、あれはほとんど内臓が成長したものです。で、牡蠣は別名海のミルクっていう名前がついていて、白いその見た目と、あとですね、栄養が牛乳のようにバランスよく含んでいることから海のミルクって名前がついてます。あとなんだろう、ミルクってこうドロッとしたイメージがあるじゃないですか、僕のみたいな。はい、というわけでそんな感じです。で、皆さん牡蠣食べた時に牡蠣殻を何のゴミで捨てようかなって迷うと思うんですけど、牡蠣殻の主な成分は炭酸カルシウムなので、もう基本的には燃えるゴミで大丈夫です。それからですね、牡蠣のこの殻って一体どうやってできているのかって僕もちょっと気になって調べたんですけど、なんか外頭膜っていう牡蠣のこのなんだろう、先っぽの丸いとこ、黒い部分とかからなんかが作用して、それがね、炭酸カルシウムとして牡蠣殻になって形成されていくそうです。難しくてあんまりよくわからなかったです。知識はこのぐらいにして、せっかくこの岩牡蠣の群生地を見つけたんで、ハンマーでどこどこ殴って取っていきましょう。ちょっと浮いてるやつとかだったら無理にマイナスドライバー差し込まなくても大丈夫。これでたくさんの牡蠣が取れました。大量ですね。じゃあそれをちょっと大変ですけれども、カゴ口持って帰って早速焼いて食いたいと思います。よいしょ。はい、で牡蠣取ってきて掃除してます。これ掃除すると店で売ってる岩牡蠣感が出ますね。綺麗しでかいですよ。これちっちゃい、こいつはなかなかでかい。それじゃあ持って帰って松岡さんと焼いて食いたいと思います。どすこい。はい、というわけで帰ってきました。松岡さん見てください、これ見事な岩牡蠣。お、大きいやん。結構綺麗やろ。綺麗。掃除したらこんな感じで綺麗になりました。ほんまやね。これを焼きと生で飲みながら食いたいと思います。わかりました。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。
いや、松岡さん喉乾きましたね。喉乾いて暑いし。暑いし、ね今日松岡さん迎えに行きました、というわけでこちらゴールデンタイム。じゃあ松岡さんどうぞ。ありがとうございます。喉乾いたと思うんで、久しぶりやねこれ。今日2本撮りなんで結構飲むことになるかもしわかれませんが、りました。気合い入れときます。ゆっくりどうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。うまっ。たまんないですね。めっちゃ冷えとるやん。じゃあ焼いていきましょう。行きましょじゃあ松岡さんお願いします。う。はい。もうだいぶ結構裏面に凝ってます。いい感じ。はい。松岡さんは凝ってない。全然ですね、もうね。じゃあ網火。じゃあ乗して、はい。じゃあ並べていきます。はい。すぐ焼けますかこれ。焼けると思いますよ。やっぱ男といえば生ですよね。生ですね。生をちょっと食ってみましょう。はい。じゃあちょっと開けていきます。硬いんやろ、殻が。硬い岩ガキ。ペンチとかがあった方がいいんやけどね、本当は。これいけそう。入るんじゃん。お入る入る。よしい、でかい。でかいけど薄い。はい、こんな感じ。お。うまそう。ほんで2個目。ほら、わ、こっちの方がでかいわ。あ、いい味だね。で、松岡さん、これ洗います。はい。洗って、で、ここに並べて、で、こちら、牡蠣も生で洗います。生で洗います。海水で洗います。よし。ポンと、ポンと。で、僕の美味しい浜湯ポン酢、めっちゃ高いです。概要欄から買えますをかけて、はい、完成。じゃあちょっと食ってみましょう。あ、行きましょう。この間マガキは食いましたもんね。くたくた冬。生じゃないけど。いただきます。いただきます。うん。うん。うまいや。うまい。ちょっと塩味が強いけど十分うまいです。これも焼いた方が絶対うまい。あ、まあまあまあ。塩味が強い。洗ったからじゃね。洗ったから真水で片栗粉で洗ってもっときれいに洗えば多分もうちょいうまいと思います。最高。こっちもめちゃくちゃいい感じ。いい感じに熱い感じになってますね。ああ、いい感じに焦げてる。ビールが進みます。夏はすぐぬるくなる。なあ。で、松岡さん、まだ大丈夫ですか、2本目は。あ、大丈夫です。まだもうちょっと。じゃあ2本目いただきます。タコハイ。去年からハマってます。美味しいですよ、これ。ああ。いいやろ。うん。何味か分からんけど。うん。いや別に全然。あんまり好きじゃないみたいですね。飲まんからかな。あ、チューハイ系？そうそうそ何飲む？う。ビールだけ？うん。ほぼほぼ。これ前調べたんやけど、タコハイっていうのがあるらしい。なんとかハイボールの略やとやった気がします。じゃあそろそろ焼けたんじゃないでしょうかというわけで、開けていきたいと思います。はい。いや、でも音が空間の音に変わった。あちゃー。よいしょー。通ってますね。うまそう。はい、じゃあ2つのが取れました。ここに浜湯ポン酢をかけて、でいただきます。いただきます。どうぞ。ポングが。全部です。うん。いや、柿ですよ。はい。ちゃんと言った方がいい。いや、全然大丈夫。正直で大丈夫。あんまり。味がない。味がない。いただきます。うまいけど薄い薄い上にえぐみがあるみたいな。焼いた方がうまいと思ったけど、なんかそうでもないですね。さっきのやった生の方が。確かに生のがまだ、生をきれいに洗って食う方がうまいかもしれない。小豆島の岩牡蠣はこういう感じですね。
なんか岩牡蠣を取ってきてその栄養のあるとこで3日ぐらいカゴで生かしとくみたいな方法もあるらしい。ああ、なるほど。なんか取りたてはやっぱどこでも味が薄いみたいなのはよく聞きます。じゃあちょっと味が薄いんだったらとっておきの方法があるんで、はい、それいきます。わかりました。でもう1個開けて、これうまそうで、ここにマヨネーズでバーナーで炙ります。うまそうそうか、なんかめっちゃうまそう。どうぞ召し上がれ。熱ないですか今。熱いただうまいとは思うけどね、味がない分をマヨネーズのコクが出て牡蠣の風味があるから。切っていいですか。どうぞ。当然食うのは貝柱側ですか。綿は綿で捨てがたいんやけど。確かに。まあ先上からじゃあ、はい、いただきます、はい、マヨネーズの味がします。綿の方いきます。じゃあ私いたしていただきます、はい、綿だけに。今日松岡さん僕30なんですよ。今日誕生日な、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。今知りました。最近ダジャレが結構きつくなってきて、自分の中でも。確かに。じゃあ綿の方マヨ付き。わ、さっきの焼けてない。この牡蠣めちゃくちゃ美味しい。マヨネーズがなんか溶けてもう舌落ちとんねんけど、あんま味出んねんけどこっちの方が全然美味しいです。割ったとこめっちゃ濃厚。個体によるんですかね。いやー最高でしたね。いやそうですね。じゃああとはゆるりと。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけで、はい、松岡さんいかがだったでしょうか。僕が取ってきた岩牡蠣島産、美味しいんですけどね。なんですか、もうちょっとこうまあ物足りなさはあったと、濃厚さというかね、あと個体差もあるし、まあいろいろあるんでしょうね。はい、まあ正直な感想でいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。松岡さんもありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。でこの後ゆるりと飲んでいきたいと思います。次カニの撮影ですから。OK です。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。